皆さんこんばんは、さちです。今回はインスタでリクエストが多かったブラックネイルをやっていきます。大人かっこいいデザインです。ぜひ最後まで見ていってくださいね。それではスタート。ベースコートは OPI のインフィニットシャインを使いました。まずはキャンメイクの N29 番を使います。N29 番を親指、中指、薬指に塗っていきます。キャンメイクポリッシュは最近6色も廃盤になってしまいましたが、この N29 番ミルクシロップがなくならないかすごく心配。乳白色のポリッシュは他にもあるけど、これが一番コスパがいいからこれだけはずっと生き残ってほしい。人気色でも廃盤になっていくからほんと不安。人差し指と小指にはネイルホリックの BK010 番を塗ります。一度塗り目はムラになってもいいので、根元やサイドなど塗り残しのないようにライン取りをしっかりやります。私も際まで綺麗に塗るのが苦手なんですけどね。この間大雑把な仕上がりってコメントが来たんだけど、セルフネイルなんだし仕上がり動向よりも自分が楽しめればそれでいいと思うんだよね。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。そのまま BK010 番を使います。BK010 番を親指の爪先にカーブを描きながら重ねます。カーブの付け方に正解はないので、爪の大きさに合わせて塗ってみてください。適当にうねーっとライン取りをしたら、爪先の空いている部分を塗りつぶします。中指と薬指も同じように爪先に塗っていきます。カーブのラインが多少ガタガタになってしまっても、後からラメでごまかせるので気にしなくても大丈夫です。爪が小さい方は細筆タイプのブラックを使った方が塗りやすいかもです。ネイルホリックに細筆のブラックがあるので、普通のハケで塗るのが難しい場合は細筆を使ってみてください。人差し指と小指は2度塗り目を塗ります。1度目よりも少したっぷりめに液を取って塗ってください。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。チフレの006番を使います。006番を使ってブラックの境目にラインを描いていきます。ハケ先に少したっぷりめに液を取ってラメを置いていくイメージで描くとやりやすいです。ブラックの境目が歪んでしまった部分は歪みをごまかすようにラメを乗せてください。ラインを先に描いてからブラックを塗る方がやりやすい方は手順を逆にしても OK です。境目にラインを描いたらその下にもう一本ラインを描きます。ラインの間には後からホログラムを載せるので上のラインから3から5ミリくらい開けて描いてください。1本目のラインとできるだけ平行になるように軌道を見ながら少しずつ描いていきます。中指と薬指も同じようにラインを描いていきます。今回はゴールドのラメを使ってますが、クールな印象に仕上げたい方はシルバーもおすすめです。以前はチフレにもシルバーの細筆があったんですが、今は廃盤になってしまったので、シルバーにしたい方はネイルホリックの細筆がおすすめです。黒は何でも合うからチフレのブロンズラメでも可愛いかも。お好みのラメを使ってくださいね。人差し指と小指の根元にもラインを描いていきます。ゆるいカーブをつけながら描いてください。左右の高さが揃うように少しずつ
端ではなく中心部分から描いていくとバランスを取りやすいです。ここでは乾燥時間は取らずに次に進みます。チフレの014番を使います。014番をパレットもしくはアルミホイルの上に出して爪楊枝でホログラムを取って爪につけていきます。先ほど描いたラインの間にホログラムをつけていきます。一つずつつけていくので少し手間ですが、爪楊枝を使った方が狙ったところにホログラムをつけられるし、厚塗り防止にもなるので乾燥時間も必要なく時短になります。中指と薬指も同じようにホログラムをつけていきます。このカラーもすごくお気に入りで5本くらいリピートしてます。ここでも乾燥時間は取らずに次に進みます。スタッツをつけていきます。こちらはネイル工房購入品です。小さめの四角いスタッツを使います。糊代わりにトップコートを塗って人差し指に描いたラインの中心につけます。小指も同じようにつけます。曲がってついてしまった場合はピンセットで優しく調整します。トップコートを塗ります。トップコートが塗れたら10分くらい乾かします。トップコートが乾いたらマットコートを重ねます。親指、中指、薬指のブラック部分に重ねます。こちらはリニューアル前のマットコートですが、今はハケがラウンド平筆に変わってます。マットコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。大人かっこいいブラックネイルの完成です。ツヤとマットの質感違いがおしゃれなデザインです。ブラックとゴールドの組み合わせって品がある感じで素敵ですよね。使用したものをまとめます。右手は人差し指と中指のデザインを逆にしました。普段はあまり黒は使わないんですが、こうして塗ってみるとモノトーンも可愛いですね。使用したのは小さめのスタッツなので、ネイリストのトップコートで問題なく固定できますが、心配な方はさらにセシビートを重ねるとがっちり固定できます。ブラック大人っぽくて結構好きかも。皆さんもぜひお試しください。次回もお楽しみに。またねー。